動画は公開中の映画、オッペンハイマー、本編の重大なネタバレが含まれています。劇場で鑑賞後の視聴を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。見終わってから予告編見返すとあの音これだったのか。ってなる単なる映画的な効果音だと思ってたけど。本編そんなシーンなかったけど予告をガイガーカウンターにしたやつセンスあるな。正直これは本当に IMAX で初見体験できてよかった。IMAX で見るべき作品なんだろうけどどこも満席で辛い。大阪エキスポで見たけど結構いい感じだった。フィルムで撮ってる質感が結構出てたり音の表現がかなり大事だ。見たいけど映画館3時間はちょっと暴行が耐えられないから、配信かレンタル車で待つ。音響最高だから劇場で見ることを勧めるぞ。この映画を配信で集中して見れる気しないわ。これは本当にそう。退屈とは言わんけど。実験成功後のスピーチシーンなんて劇場で見るのと、家で見るのとでかなり印象変わりそうだしな。やたら長い割に中身が薄いって意見もあるけども、これで内容薄かったらロード・オブ・ザ・リング一気見とかじゃないと満足できないだろ。だいぶ詰め詰めの3時間だったと思うけど。トリニティ実験からが長いんだよな。ここが肝だと思うけど。電気映画でありながらノーランらしさを前面に押し出した傑作。試写会の時は各描写について賛否あったけど俺はゴリゴリの反角映画だなと思った。わざわざビターエンドって書くのな。それ配給会社の社名だ。マジか知らんかった。文芸系の作品が多い中堅会社だな。最近だとパーフェクトデイズやってたり賞レースに強い。ビターズエンドとしては最大規模になるのかな。日本とかナチスより赤狩りがメインの映画だと思う。延期するほどの内容ではないと思った。ただでさえ日本では上映時間が長い上に、あれこれ言われて興行成績に影響が出そうなところに関係ない他社の公式がやらかしたので延期はやむを得なかった。ユニバーサルやノーランからすれば米国ワーナーはクソ。去年の夏に公開してもそんなに客入らなかったろうし、公衆的にはアカデミー作品賞受賞後のこのタイミングがベストだろ。実際テーマ的にも映像作品としてもそりゃアカデミー取るわ。って内容だったしな。もっとこう USA、オッペンハイマー最高って映画かと思ったら、しっかりアメリカとオッペンハイマーの罪に向き合った映画になっていてびっくりしたよ。アメコミ翻訳家とかそっち系のバカはそっち系で放っておこうよ。さすがに英語のネタバレだけ見て日本の被害を書いてない不誠実な映画ですよ。ってやり出したのは翻訳家とかの公的アカウントでやることじゃないと思うけどまあそいつらはそいつらだからいいんだ。バーベンハイマーって本当なんだったの？いつも通りバカがバカ騒ぎしてただけだよ。向こうのアホが茶化したせいで良くない先入観が公開前に入ってきちゃったけどやっぱりちゃんと見ないとダメね。というかやっぱりこれ見てあの遊び方できるのはある意味すごいな。もし日本でも同時公開されてたら本編よりバーベンハイマーで悪乗りしてる連中に普通に批判言っただろうな。流行っているからって何でもミームにするバカはいるからな。最近だとハピハピの猫は全然幸せじゃないし。悪いのはバーベンハイマーの盛り上がりに乗じてキノコ雲凝らしたクソバカとそれを無邪気に RT したクソバカ公式だって思ってたがアカデミー作品賞受賞へのリプでよりにもよって、スピーチのスタンディングオベーションシーン使っててこいつら形式的に謝っただけで本質何にも変わってねえわって一周回って安心さえした。ライアン・ゴブリンズとエミリー・ブラントはオスカー授賞式で笑顔で、バーベンハイマーって言ってたからあっちはまだまだ軽く考えてる人らは多いんだろうね。二人ともいい役者なだけにそういうの見ると日本人としては悲しいね。役者なんてやってるのは大抵、勉強もできない仕事もできない、社会不適合者ばかりなんだから人間性求めることが間違い。みたいなのをネットで見てすごい納得したわ。ノーランがやると壮大でそこそこエンタメ性出るだろうから被爆地の広島長崎の部分映さないでアメリカにもしも核が落ちたら。っていうイメージの世界の悲惨な感じのやつにしたのはいい塩梅だと思う。広島長崎の被害が書かれてないって言われるけど、そこちゃんと書くと完全に主題がずれるし、どっちにしろ中途半端だって叩かれそうだしな。オッペンハイマー視点の映画なわけだからその後惨状を知って、反水爆に思想変化するって流れは自然なのよね。被爆地のシーンがないってのはこの映画の主題考えてないだけの的外れな意見なのが映画見たらよくわかった。この作品の名前が、アトミックボム、とかだったら広島長崎の原爆投下、被害の描写がないことに対しての批判はわかるけど一個人の電気映画だからな。この映画見て原爆来産とか言われたら3時間何見てたの？ってなる。
ノーラン監督が好きだからが見に行った理由として強いけど、改めて原爆、戦争に考えさせられたから見てよかったと思ったよ。日本公開してくれた配給会社には感謝しないといけないな。音響いいところで原爆の爆発のビリビリする音は体感してほしい。カラーの部分はオッペンハイマー核分裂サイド。モノクロの部分はストローズ核融合サイド。これを押さえておくことと、公式サイトの人物紹介は事前に読んでおいた方がいいかもしれん。マンハッタン計画はともかく、聴聞会と公聴会が加わってそれら3つが並行して描写されるから、それぞれのベース知識だけは入れておいた方が良いと思う。モノクロは現実だったのか、歴史探偵的なフィクション空間だったのかいまいちつかめん。公聴会みたいなのとオッペンハイマーの裁判ではない、のシーンもあるから、ちょっと時系列が混乱するんよな。割と淡々とした映画だった。載せられやすいのでついつい人の情にりつってしまうところとか、決してオッペンハイマーの研究力だけで原爆開発したわけでも原爆開発以降彼の自由になったわけでも無意助とか興味深い。けど爆発した時に人が死ぬところまでは想像しきれてなかったり、生涯そこには目を背けて罪悪感を背負い続けたという、人としてちょっと思慮の浅いところがあるのはまあ人間臭い。オッペンハイマーの物語は分かったけどストローズ側が分かりにくかった。顛末分かった今もう一度見直せば理解できるだろうけど、時系列ちょっと切り刻みすぎじゃないって思った。同じシーン繰り返してるもんね。こっちは顔と名前がなかなか一致しないから混乱する。仮に時系列通りにやったとして、中盤に取りにて実験でその後ほとんど聴聞会になるからシャッフルしてよかったと思うよ。ストローズとの確執を後半の主軸にしたのはうまいと思う。ノーランにしてはちゃんとネタバラした後がすごくわかりやすい話だと思った。今日見てきたけど登場人物多くて話がダイジェストのように飛び飛びで見るのにかなり体力使った。それでも集中途切れないくらい面白かった。個人的にフィクション空間に関してはオッペンハイマーサイドの方があったりする。モノクロのところはストローズ水爆サイドの色あせて見せてるものだと思えた。フィクション空間についてだけど、オッペンハイマーは宇宙を相対性理論とかで想像してブラックホールとか考えたり化学反応想像したりとかもある。世界史好きな人は背景とか分かってめちゃめちゃ面白いと思うわ。アメリカ政治史がわからんとわからん。見てきた。背景情報ないとかなりわけわからないのはいつもの感じ。ソ連が嫌いなんだなでなんとか乗り切ったぜ。オッペンハイマーが原爆開発を主導した後、失脚して水爆開発には関わってない。という最低限のストーリーは知っておいた方が良いかな。オッペンハイマーのことと義務教育で学んだ世界史をおぼろげに覚えている程度だったけどすごい楽しめた。ノーラン作品が好きっていうのはあるけど、当時の時代背景とか考えながら見るのが面白い作品だね。アメリカにはそもそも内閣の一員になるには上院の承認が必要で、ストロースはアイゼンハワー大統領に指名されたから上院の審査を受けているのがあの議会とか日本人にはわかんねえって。ラブシーンとかある？あるなら一人で行く、ないなら友達と見る。2回あるよ唐突に。この作品の R15 理由がそのセックスシーンだから、個人的に PG12 くらいまで下げた描写だったら子供見せられたかもな。出てくる女性キャラほとんどとセックスしてる。決め台詞を元カノとセックスしてる時に持ってくるのは笑った。ムチムチだったな。誰も知らない孤高の天才の苦悩と後悔。みたいな話かと思ったら結構俗物で面白い。史実のロスアラモスでも所長の地位を生かして女性職員とやりまくりだったんかな。天才がいっぱいだぜ。隣の研究室のおっさんがノーベル賞受賞者でダメだった。天才しかいないのかよ。それまで転々とする学校も天才しかいないぞ。むしろ取ってないのがオッペンハイマーくらい。個人的にロバート・ダウニー・ジュニア演じるストローズよりもなんか印象残ってる。同じ科学者でありより一層力を求めていく様などもオッペンハイマーに対になる存在だし。役者を実在人物に似せるのはいいんだけど、やりすぎてスタッフロール見るまでゲイリー・オールドマンだと気づかなかった。すげえマジで映画のキリアン・マーフィーみたいだ。トルーマンも超トルーマンだしすげえ似せてきてる。一目でわかるアインシュタインのアインシュタイン感。この映画主要キャスト以外もすごい大御所使いまくってるよな。脇役のラミ・マレックとかマシュー・モディーンとかよかったな。見終わってキャストとか色々調べてるけど、フローレンス・キューってまだ20代なのな。フローレンス・キューは演技力と場面支配力がやばい。デューンでもそこまで画面に出てなかったけどすげえ印象に残ってる。オッピー知らなかったから共産党めっちゃ関係してたの驚いた。関係してない、セーフです。いややっぱ無理あるわ。
若気の至りとはいえあれだけ赤い活動しといて、疑ってくれる那覇虫が良すぎるよな。嫁も元カノも弟も弟の嫁も共産党員で自分も政治活動してました。マンハッタン計画にはセオドア・ホールというマジモンのソ連スパイが混じってました。2アウトってとこかな。まあ普通はかばいようがないわ。というかただの労働競技でもあいつらは共産主義者だと密告されて監視される時代だから。怖いね戦争。世界中で原爆作って使用したら世界終わるよ。国連で規制かけた方がいいんじゃないか？お？反戦？左翼か？貴様は共産党だな。ソ連のスパイめ、マジで怖い時代だな。共産党に関係してたインテリ層は多かったので赤狩りは今結構な黒歴史として扱われてる。原爆開発はうまく利用したけど科学研究は他国の人間と協力関係があるから、科学者は共産党に違いない監視だ。とかめちゃくちゃだよな。日本やナチスは、過去の敵、だけど共産主義の脅威は現代でも通用するからな。党とかに入って政治活動やってたオッペンハイマーや奥さんからしたら何かしら正義があったかもしれないが作中見たら共産主義に関わると最終的に不幸になるよ。みたいな遠回しで意図した印象操作を感じなくもない。中盤の俺、母アンさてはテラー君は対立しつつもオッピーの唯一の理解者ポジだな。テラー君の人望のなさ。テラー君はちょっとその先を見すぎてるからな。テラー君からしたらオッペンハイマーはすげえ爆弾の原爆作ったのに、スーパーすごい爆弾の水爆は反対するの意味わかんないって感じだったろうな。テラーが水爆大好きすぎて笑う。あいつだけトリニティ成功した時ニヤニヤしてるのなんなんだよ。こんなもんか。人類史上誰も見たことのなかった現象だったとはいえあれを見て、こんな程度か。ってなるメンタリティはすごいよ。遮光グラスつけてニヤついてるところ完全に悪のマッドサイエンティスト。あの口元の笑い方が完璧に人となりを表しててすごいね。水爆の父となった後も水爆最高、もっと強いの作ろうぜ、を死ぬまで続けた男だ。心の強さが違う。テラー君は本物の爆発機違いだからな。映画には登場してないけど原爆投下して起爆するところの高さとかも、ノイマンが割り出したんだっけ。爆縮レンズ開発したのもノイマンだしな。起爆タイミングをしっかり合わせる起爆装置など、原爆を作れたのは本当にすごいことなんだろうけど現代人視点だと、たった4年でソ連に追いつかれちゃうんだよな。と悲しくなってくるな。宇宙開発とかでもそうだけどソ連にもすごい天才いるからな。終始友人であり裏切り者って感じだよねテラー君。ストローズハマー陰険すぎるけど、初対面からオッピーの態度も問題ねえかな。初対面で昔の仕事を癒しい扱いとかほんとどうかと思ったよ。性格が終わってるのは毒リンゴの時からずっと描写されてたからな。癒しい扱いはマジで最悪だしサンドイッチの方が有益もひどすぎる。授業で恥かかされたから教授毒殺しようとした？好きでした。ストローズの経歴調べてから見ると苦労人がこじらせるとこんなにヤバいんだという感想になる。奥さんがいろんな意味で強い。逆にオッペンハイマーが後の方でも割とのんきなんよな。天才的な研究者とか創作者と結婚した嫁さんってこうじゃないと無理だと思う。ガチの共産党員でしかも私の思ってたのと違う。で足抜けして戦ってた劣女だし。オッピーが勲章もらった時に握手求めてくるテラーを睨みつけて、テラーが気まずそうに去っていくシーン好き。眼力すごかったなエミリー・グラント。ヒルって誰だっけってずっとなってた。シカゴのフェルミの部下でオッペンハイマーが何メモ取ってるんだやめろってペン落としたり格闘家に反対する署名集めてるってとこでもオッピーにペンを落とされる人。そこまでされて擁護するんだ。あの時代に核反対してたくらいだから人格者なんだろ。お前科学者だろ軍服やめろよ。軍服着てる時のオッピーめっちゃ調子に乗ってるの面白いよな。ドヤ顔。ちゃんとあそこで怖いって言えるラビさん良い人だよね。トリニティ実験シーンすごかったな。トリニティ実験の爆音が凄まじかった。遅れてくる音ってのもあってすごいびっくりした。冷静に考えれば花火の光と音のラグみたいなものだとわかるけど、音だけで9組む先であんだけ威力あると思うと怖い。音が本当に気持ちいいから劇場向きだよね。クソ不謹慎だけどトリニティ作戦の迫力を実感する意味でも劇場に見に行った方が良い。成功するって分かっていても世界の破滅のカウントダウンみたいで鳥肌やばかったね。成功しないと文字通り首飛びかねないけど、それはそれとしてちょっと失敗してほしいなって思ってそうな表情が良いんだ。あんま近くで核実験見て被爆しない？被爆って概念当時あったのか？医者はやべえぞって言ってたけど軍部が知るかって言って口閉じさせてた。だから科学者もめっちゃ被爆してる。ねえこれやばくない？
って使用反対派の科学者たちが話してるシーンあったよねこの映画にも。地球に悪影響があるぞ。って言われて、それがなんぼのもんじゃい。って女性科学者も言ってるし。確かにそのシーンあったな。ファインマンは自分で計算して安全なことを知ってたからグラサン外してるんだよね。いいよね。ゲロ吐いてる酔っ払いが被爆者に見えちゃうの。垂れるゲロがケロイドに見えるの本当に好き。それと肩抱き合って喜んでる人たちが防空壕で被爆した人たちと被せてるのも。戦争終わったんだから街は閉鎖ですか？何言ってんだよここでこれからどんどん作るんだよ原爆を。は苦笑い。アメリカだけが原爆を持つのはバランスが崩れてしまうじゃ同盟国に原爆情報を流すのか？ソ連に、共産主義者たちに、次の相手はあいつらだぞ、は見てて頭グラグラしてきたわ。でもまあソ連は核持たないから大丈夫。あれどういう根拠あったの？ウランを持ってないから。日本は攻撃してこねえレベルの単なる偏見。あの時代によくある相手を低く舐めてる。宇宙開発で先手を取られて大慌て。方向性が違うだけで宇宙開発とかも似たようなもんだな。我先にと技術を他国に叩きつけて見せつけたい欲。いや純粋にこっちはこんなに発達してるんだから絶対に喧嘩うんなよねし合ってるんだよ。現代から見るとバカかお前らだけど当事者になったらね。爆発実験が成功した拍手喝采シーンはなんとも複雑な気分にさせられた。いいよね栄光と後悔が同時に襲う靴音。あのスピーチ最初の足を踏み鳴らすとこから音響のおかげで大分印象的だったな。原発投下のスピーチ中の調子良いことを言いながらも罪悪感やら、何やらで歓声が全く聞こえない描写が生々しかったな。音だけでどういう心境か言葉以外で想像できるのがやっぱり上手いなって。ドイツにも使いたかった、場の空気を読んだんだろうけどよくあれを言えたな。もうそれよりも全てが自分がもたらした。プロメテウスの火に焼かれててそれどころじゃないんだと思う。わあ、ドイツにも落としてやりたかったな。のあたりは劇場で見ないと損するってレベルのホラー演出だったと思う。ナチスドイツの文化の音とかもあるけどあそこのイメージがまさか自分の国の方で帰ってくるっていうのがいいんだよな。あの靴の時短だ見たことあると思ったらナチスドイツのやつか。オッピー自身もユダヤで一番 F するナチス側に回ったという演出、と理解するとあのシーンやばいね。あれ原爆の連鎖反応とイメージを被らせてる印象も受けた。あそこはアメリカ人としても原爆神話を否定するわけにもいかなかった感じ。手を下したのはオッペンハイマー本人の責任じゃないし。あの時代に、原爆投下は間違いだった、なんて言おうもんなら文字通り首が飛ぶだろうし、思ってもないことを言うことで自分に思い込ませて現実逃避したいっていう心理もあったろう。理性の崩壊って言葉がマジでその通りすぎて冷静に狂うのって怖いね。どんどん足音速くなる感じそれもあるか。あの一連のシーン超常的ですごかったけどノーラン監督の娘さんが肌が剥がれ落ちてる人みたいで、安易に被爆者の映像出したくなかったんだろうなって思えた。勝手な解釈だけど現在を生きるしかも自分の娘であれを表現することに覚悟を感じるわ。灰になった人を踏み抜くっていう表現もゾッとしたわ。あれをできるようになったアメリカにも表現するべきだと判断した監督もすげえわ。ところどころ狂気のシーンあるよね。ホワイトハウス絡みは全部、実験成功の高揚感が時間経つごとにどんどんそがれていって、現地のフィルム見てから痩せこけていくのすごかったな。原爆の父って普通におめえだからな。尋問してる人の良心の呵責あったならなんで参加し続けたんや。って言い返せなかったのが割と全てだと思うオッピー。奥さんの不定へのブチギレが大体原爆に刺さるのすごい。赤ん坊の泣き声が途中から被爆者と焼かれた世界に生きる人たちの絶叫に聞こえる。何もかもが被爆者の絶叫と罪の糾弾につながるの。オッピーの生き地獄だけどまあ罪を犯した後に結果に同情しろと言われましてもね。冒頭で生産カリ混入させたのも後悔して虫食いです。しかし、最初のリンゴに生産刈り仕込むくだりが、オッピーは行動を実行に移してから後悔がわっと押し寄せてくるタイプだって人となりを表しててってなった。原爆落としたぜって世論が盛り上がってるところちょっと気まずかった。日本からしたら絶望だけど当時のアメリカ人からしたら勝利と終戦の知らせだからな。原爆どこに落とす会議で妙な寒々しさを感じられるのは日本人だけな気がする。ハリウッド映画で、ジャパン、という単語を聞いて、胸が締め付けられるような気分になるのは初めてだわ。ケネディが名前だけとはいえサプライズゲストすぎてびっくりした。被害想定どのくらいと聞かれて7万人と言ったら東京大空襲よりマシならいいかと言われて、慌てて17万人くらいと言い直したりしてたな。
もう実際に計画が動き出してから絶望してる。何万人もシラフで殺す話が出てくるのが狂気でないわけがない。他の役者も似てるけどトルーマンだけ異様に似てる。人物紹介にはいないけど出てくる大統領。そしてあのセリフが、トルーマン大統領クソっすね。あのヘタレは二度と呼ぶな。聞こえてる聞こえてる。お前がお手手汚れてるなら俺は全身血まみれだっつーの。手のひらが血まみれだって言った後にハンカチフリフリするの最高にクソ。こいつはこいつで20万人を殺す覚悟決めて号令かけとるからな。恨まれるのはお前じゃなくて俺だ。トルーマンなりの慰めのつもりだったんだろうけど、オッピーの苦悩はもっと根本にあるからな。この世に物理学がある限り遅かれ早かれ誰かがたどり着いたこととはいえ、オッピーの苦悩は扉を開いたことだからな。世界が変わってしまう。まあ実際にそうなんだが、そもそもナチスに落とすために作ってたらヒットラー信者ってどうするよ。じゃあ日本に落とすか？金もかかってんだくらいのノリなの怖えよ。大金注ぎ込んでおいて使い道はありませんでした。じゃ済まないのはある程度理解できるが。特にグローブスが20億ドルも使ったから落とさなかったら責任問題になるので2発とも必ず落とせって計画作った。ルーズベルトが亡くなったのはある意味まだマシだったかもしれん。っていうのが怖いし、トルーマン実際嫌味なやつなんだろうけどまだこいつのおかげで核爆弾は2発で抑えられたっていうのを聞くと、むしろなんか奇妙な現実感あるな。実戦投入しなかったら核抑止や冷戦構造がどうなってたかっていうと、まあ現実とは違うルート辿ってても不思議じゃないとは思う。原爆投下で100万人の米兵の命を救う。ってのは劇中でも詭弁気味に書かれてたけど実際投下しなかった場合に戦後の核抑止がどうなったのか想像すらできん。朝鮮戦争かベトナム戦争かどっちにしろアジアで使うことにはなっただろうな。実戦で使用した後の悲惨さは知る必要があったと思う。悲しいけど。対日本ではないけど対ソ連における冷戦の緊張という形での均衡で命を救った感じはあると思う。実際広島長崎での実証があったからこその冷戦は間違いなくある。1945年のアメリカで用意できる原爆があれだけだったけど、もっと余裕ができた朝鮮戦争で初の実戦投入ってなったら一体どんなことになっていたのか。世界を破壊する日が経った20億ドル。なんてリーズナブル。現在だと240億ドルくらいになるけどね。今はもっと安く量産されてそう。物理学の300年間の成果が大量破壊兵器なんて。旧日本軍が止まらないからだろって論調が、支配的なアメリカの映画でちゃんと米軍は米軍でブレーキ踏めなかった点に言及してるのは、精一杯フェアに書こうとしてるよね。大統領要所に出てきたけどあいつはこの件についてほとんど何も知らないはず。今作の大統領はトルーマンしか出てこないけどこの人は45年4月にルーズベルトが死ぬまで原爆について何も知らなかったと言われてる。一般的には投下の責任者だったこともあって原爆と結びついてるのはトルーマンだけど、赤狩りの話だから背景はだいぶオミットされてそう。ナチスドイツの軍歌の音が迫ってくる。うわぁ、アメリカ国民の靴音を、我々もホロコーストしてるー。それでもナチスの蛮行よりはマシと言われたらそうですねと答えるしかないのがね。数に出されると広島長崎は本当にそこまでになってしまうの恐ろしいわ。京都は妻と旅行した文化的に良いところだから落としませんが実はなんだよな。別の人のエピソードだけどね。ヘンリー・ステムソン戦争長官がトルーマン大統領に直接説得したからだと言われています。彼は実際にハネムーンを含めて少なくとも2度、京都に訪れているようです。自分の思い出は綺麗なままにしたかっただけじゃねえ。って思っちゃったここ。文化財保護って言えば確かにその通りではあるんだが、人間思い入れがあるものには優しくなれるけど、そうではない対象にはとことん冷酷になれる生き物だね。なんで空爆で市民が10万死んでるのにデモも起こらないんだ？相手の民間人大量に殺してるのに批判の声出てこないうちの国の国民大丈夫？みたいな。割とストレートな表現とかしててちょっと驚いた。アメリカじゃ日本は本土決戦なかったから、広島と長崎だけが焦土になってて他の被害はそんなにない。とか思ってる人が大半じゃなかろうかって思う。迷子時の焦土の東京に驚いたってコメント聞いたし。原爆落とした長崎はキリスト教徒多かった上に、ちょうど大浦天主堂でお昼のミサやってたのを知ってる普通のアメリカ人はまずいない。ノイマン、京都を原爆で吹き飛ばしましょう。ジャップの歴史の全てを破壊し尽くすんですよ。米軍、こんな血も涙もない悪魔の言うことに従えるか。ノイマンは米国から悪魔って言われてたからな。焼夷弾やってるから悪魔は少なくとももう一人以上いるのが笑える。
ルメイのことなら一人だけ、キューバ危機の時に今逆にキューバ攻撃しましょう。って連呼してた。危うく世界が終わるところだった。さあ現地の映像手に入ったんでみんなで見ましょう。映像の正規だとたてがみが燃えてただれた馬が草を食べてるところを揶揄したやつに、オッペンハイマーが諌めるところあったからそれ来るのかなって思ってた。ファットマンとリトルボーイがトラックで運ばれるシーンでオッピーが、もしかしてもう取り返しがつかないのか。って思ってそうなのがね。実験成功したあたりからなんか表情硬くなってんの可愛いよね。そこからオッペンハイマーが原爆の父と言われながらも、アメリカからしたらもはや用済みというか、原爆という存在そのものがオッピーの手を離れて制御できないものになったんだなっていう感じで感慨深かった。ありえないとは思うが地球全体が爆発するかもみたいな話が怖かった。連鎖反応止まらなくて地球の大気すべてが灼熱と化す可能性もなくもなかったってすごい話ね。まあそこから先は実際やってみなきゃわからんからな。トライアンドエラーは大事。オッペンハイマーが何かやろうとすると先の先が見えてしまうタイプの人間なのでそれ踏まえてラストまで見ると、アインシュタインは量子力学を理解できなかったのではなく、その先の苦悩をすでに知ってたからこそオッピーたち量子力学者から距離を取ってたってオチは好き。アインシュタインの前作主人公感いいよね。アメリカの原爆開発を始めさせたきっかけの一人だからね。そら前作主人公よ。オッペンハイマーが勲章をもらうことでマンハッタン計画に参加した科学者が許された気分になる。ってのはすごいわかるよ。その前作主人公に許されるなんて思うなよ。って遠回しに言われるの。というか世界史的には広島長崎すらオッペンハイマーの罪としてはあくまで通過点だからな。メインは連鎖反応で世界を焼いたことだ。アインシュタインに、あの時見せた計算なんだけど実際にそうなったわ、のところの演出やばかったわ。一つの原爆を皮切りに大気を原爆ロケットで埋め尽くす表現は、フィクションじゃなく現実にも起こりうる可能性あることを再認識した。各国が核保有に動き出す流れを連鎖反応って表現するのいいよね。予告で使われてたアインシュタインのシーンがラストに挟まれるが非常にいい。おっさん全部わかってたんやな。人物の視点によって現実の見え方が異なる、というのはノーラン作品一貫したテーマなんだろうな。